はい、ということでエアロエース買っちゃいました。キャンピングカーに構造変更をしようと思います。長さは12メーターあります。このバスをね、遊び車に使用したいと思います。車内はこんな感じです。ちょっと床は汚いですが、両サイドねカーテンしてます。また前もこんな風にね全面カーテンで覆っております。というのがちょっとねいろいろトラブルありまして、最初から動画は撮っていたんですけど、住宅街っていうのもあって、ご近所さんの洗濯物とかがね画像として中に映っていました。ちょっとこれはまずいんでね、もうその動画破棄しました。その間にねちょっといろいろ改造はしていたんですけど、頭の上にある荷棚っていうのかな、こんなんもね頭打っても大丈夫なように加工してます。あと使えるものとしてはね、何でも使おうかなと。純正でバスについているものね、とりあえずこんな感じかな。エアコンの吹き出し口が2つ、リユースですね。あとねこちら読書灯とエアコンの吹き出し口、内々に向けてますっていうのが、この下にここにねテーブルを置いて食事ができればなぁと。その時にねちょっとこのライトが欲しいかなと。こんな風にね使えるものは何でも使おうと改造してます。こちらもニコイチしました。やっぱりね捨てるのはもったいないんでね、使えるものはいろんなことでも使いたいと思います。この辺も切ったばっかりで、これじゃね頭打って痛いんで、また後ろのこんな風にね頭が当たってもそんなに影響のないような、作るのもねいろいろ使っちゃうと何年証明とかがいるんでね、これもまた再利用します。これ天井のなんていうのかな、帽子っていうのかな、こんなやつね、これを再利用してプラマン元からついてたんですけど、こんなのを使ってねいろいろ作っていきたいと思います。新品のね部品を使えばそれなりにかっこよくはできると思うんですけど、こんな風にね使えるものは使うと、どうしても足らないものだけ買っていろいろ作っていきたいと思います。もうこの辺の荷棚っていうのかな、これね頭の上にある荷物を載せる台、これもね1本だけとりあえず残してます。ちょっと換気扇のね都合上どうなるのかなと思って残してますが、これもね全部切ってます。はい、全部切ってます。この切るのもね一応電動工具、これねサンダーはあるんですけど、やっぱりね住宅街で騒音とかねいろいろ言われると困るんで、私の場合は金切りのこで切りました。ちょっとねまだ掃除してないんですけど、これね切った範囲です。これはねアルミのリサイクルに回したいと思います。こんな部品もね、これ次折りますのボタン、これね穴開いたまんまで何か工夫しようと思って、コンセントこれはね部品いっぱい外してきてますんで、こんな風にねつけております。配線はまだしてないですけど、いつかは配線もしたいと思います。住宅街なんでねあんまり騒音も立てれないということなんで、エンジンは1週間に1回ぐらいちょっとかけてますけど、この真夏にね炎天下の中このバスで作業していたら、人間より先にカメラの方が壊れちゃいます。暑さで GoPro の電池膨張してカメラから出なくなりました。これでちょっと一時ね撮影を中断していました。あとはまたぼちぼちと
キャンピングカーね。まあこんなとこですかね。床はねかなりゴミが散らかってるんですけど、とりあえずはまあ上の方からね、どうしてもねゴミが下に落ちちゃうんでね、削ったり切ったりしてたらね、とりあえず上の方から徐々に作っていきたいと思います。一応予定しているのがここら辺にキッチン、この辺りをここら全面ねベッドに改造していこうと思います。まあ今すごいゴミだらけなんですけどね、改造と同時に片付けてきれいに仕上げたいと思います。こんな感じでね、エアロエース全長約12メーター、国内最長のキャンピングカーを作ります。